はい、宇治でございます。アートリアポリブルート。完全ポリフォニックのポリブルートが出ましてね。ブルートというと、アートリアにおいてはミニブルートが出て、マイクロブルートが出て、そしてマトリックスブルートっていうでかいのが出て、で、そして、マイクロフリークってちっちゃいのが出ましたけどね。そして、ポリブルートという形でね、こういう形になったけど、完全ポリフォニック、録音ポリフォニックの完全アナログ、フルアナログのシンセサイザーとして出来上がりました。これなんか面白いものがあるんですよ、ここ。モーフィーって言うんですけどね、これ。普通はほら、ピッチベンドとかモチュレーションホイールなんだけど、ここちょっと変わった X 軸、Y 軸と Z 軸というね、押し込み。そして私も使いますよ、ここ。一見はよくわからなかったかもしれないけど、ここからここまでね、リボンコントローラーなんですよ。これ液晶にもちゃんと反応してますね、またね。見えてますね。という。ちょっといくつか紹介しましょう。音色ね。アフタータッチがあるね。これでもう一つ大きな機能としてこのモーフ A と B っていうのがあって、これ一つの音色じゃないのよ。この音色とパラメータがもうガーって動いて、もう A と B の音色が滑らかに動く。よくできてるこれ。これでモーフしてみましょうか、この音色。もう超過激。これ面白いね、これね。いい音してるね。いい歪み感だ。
もうよくできてますね。今ね、触ってみて分かったと思いますけど、ここのね、プリセットっていうボタンを押してると、ここの面っていうのはプリセットなんですよ。バンクが1234567とあって、例えば1のバンクのここ1列目、2列目とか。すごい音しますね、これ。もちろん、ベロシティがついてるんで。これ面白いね。このエレピ、ウリッツァみたいなエレピから、モーフィングでクラビネットになる。もうアナログでここまでできるんですね。で、パネル見てみるとね、整然としてるんですけど、VCO の1でしょ ?VCO の2でしょで、フィルターの FM とかノイズとかあって、ここをそれをミキシングしますね。ノイズ VCO1、VCO2 ね。で、マトリックスブルートでもあったけど、このスタイナーパーカーフィルターとラダーフィルター、モーグと同じラダーフィルターを2つ持っていて、それぞれがこの、ね、オレンジと緑になってるけど、どっちを通すかみたいなことになるわけ。これだと両方通るし、これだと上だけ通るし、VCO の1は上だけで、VCO の2はラダーフィルター通ってみたいな、ことができるわけ。で、当然フィルター2ついるので、2つが、違うフィルター通ってるんだけど、それ量を決められますが、それをマスターコントロール、このロータリーエンコーダーで、ここで制御もできるという。で、VCF のエンベロープ、VCA のエンベロープとかあって、モジュレーションのエンベロープがあって、それぞれにつき、ここ、ベロシティの量も決められますね。モジュレーションエンベロープに至ってはディレイも決められる。で、LFO が3系とあって、で、最終段にエフェクトが、モジュレーション系、コーラスとかね、フェイザーとか、で、ディレイとリバーブがついて、というね、構造。で、ステップシーケンサーとアンプもありますね。モーションレックって、これもモーションの、レックもできるという。よくできてますね。プリセットが死ぬほどあって、すごい。この音なんかモノだけど、ここでね、ポリフォニーっていうのはこのモノモードかポリモードか、ユニゾンモードか。決められますね。で、ここのボタンを押すと、モジュレーションマトリックス。縦と横とで A の、例えばフィルターのエンベロープに何をディスティネーションでかけますかっていうのをこう決めることができるわけ。で、今、ピンクになってるのがここの表示が出てて、この LFO に対して何をかけますかって、例えばラダーのカットオフをかけますかとか。で、そういうことで、それの量をこれで、アマウントをこれで決めてやると。これよくできてますね。で、もうイニシャルズボイスから見ていこうかね。その方が分かりやすいよね。これ一番最後の方はブランクでデフォルトですね。これで今 VCO の1だけが出てるんだけど、当然ここでノコギリ波と三角波が選べて、ここでは区形波とまた変わった波形でね、これミックスできますね。三角波のメタライザー、これミニブルーとかついてますね。区形波のパルスウィードです。で VCO の2を入れたければこう。
で V 子音の2番。微妙にちょっとディッチングみたいなね、いい感じなんで。で、2にはサブオシレーターもいる。今は、V 子音の1と2も緑色のこっち側が取ってるということですね。ラダーフィルターね。こちらのフィルターにはね、ディストーションもいるね。これフィードバックするみたいな感じでね。で、VCF のエンベロープがあって、エンベロープのマントがあって、ここで、ベロシティで、最終段のところでコーラスをかけるもよし、ディレイをかけるもよし、リバーブをかけるもよし、こうやってできたものをストアしていくとね、簡単ですね。でシーケンサーもいるんですよ。これね、シーケンサー、これね、入りました。ポリフォニック。こういうことができる。で、ここにピッチを変えれる。これは楽しいですね。だからこのボタンというのはシーケンサーモードにもあるし、モーフィングの設定とかモジュレーションマトリックスの設定にもなるし、プリセットの、セレクションにもなるというね。デザインもいいね、このポリブルート。マトリックスブルートのイメージちょっと残しつつ、こういった仕上げ方をしたというね。これは起き上がりませんけどね。重厚でいい。もうとにかく私はこれとこの XYZ のこのモーフィーってやつとこのリボンコントローラー気に入りましたね。素晴らしい。じゃあね、このモジュレーションマトリックスのところをちょっと軽く説明しましょうかね。例えばこの音、まあこれデフォルトの音ですけど、でモジュレーションマトリックスのとこ行って、例えば私の好きなこのリボンコントローラーってここにあるの分かりますよね。リボン、もちろんベロシティとかフタタッチとか LA4 とかボイスとかモジュレーションエンベロープとか VCF とかエンベロープとかいっぱいあるんだけど、例えばリボンの項目はここにあるわけ。ここが1から8に対応しているってことなんだけど、この画面を見てください。ここにね出てるのよ。すなわちリボンコントローラーに対して1から8、まあ例えばピッチグローバル、まあピッチが分かりやすいよね。ピッチを割り当てましょうかって言ったら、これのここのところでもう、1番が選ばれているので、で例えば、ボイスのパンにしたければここを押せばいいわけね。ということです。でじゃあ1番をグローバルにしましょうか。で量を決めなきゃいけない。もう結構入ってるね。わかりますね。これ量が0の状態だったら何もかかりませんね。それに対してかけると、じゃあパンも入れてみようか。パンを入れると、ヘッドで切ってる人は右に行って左に行ったと思うんだけど、というように、どの
操作詞で何を制御するのかっていうのをやるのがこのモジュレーションマトリックス。それを自由自在にいろんなとこでできるというわけなんですね。いやポリブルートやりますね。これねやっぱリモコントローラーもいいけどこのモーフィングもいいけどね、やっぱモーフィングっていう概念、これねこれ A と B をこうできるんだけど A と B のボイスがあるっていうんじゃなくて A の位置のこのパラメータが滑らかに B になっていく B の位置になっていくみたいな、だから一つのボイスでパラメータがぐわっと動いて全く違う音になるみたいなイメージで考えた方がいいと思いますね。アトリアポリブルートでした。